こんにちは。お元気ですか？一昨日ね、この動画をアップしたばっかだけど、ちょっとまた今気が向いたんで、なんとなく喋ってみようかなって思いました。ちなみに今映像でね、コーヒー入れてる映像流れてますけども、これはついさっき、今日コーヒーを入れた映像ですね。で、ちなみに今喋りながら、そのコーヒーをまだ飲み終わってないから飲みながら喋ってる感じです。なのでこの映像も今日8月15日、木曜日かなのさっきの映像ってなってますね。で、なんとなくこう喋りたいことが浮かんだとかそういうわけじゃないんですけど、ちょっと今ふっと気分転換になんか喋ってみようかなっていうのと、こうこのポッドキャストのね、この最近続けてるこの喋りをね、とにかくサクッと喋ってサクッと編集も最小限でサクッと上げるっていうのをね、なるべく習慣にしたいなと思ってるので、ちょっとふと思いついた時に喋ってみようっていうふうに思いました。今皆さんお盆休みで、お盆休みですねっていう感じなんですけども、夏も真っ盛りで暑いのでアイスコーヒー飲んだりとかかき氷食べたりとか、漫画読んだりとか、親戚付き合いしたりとかいろいろやってるかと思うんですけども、なんかさっきネットを見ててふと思い出したんですけど、あのえっとね私が20代の頃にねすごく流行った本がありまして、エッセイなんですけれども、負け犬の遠吠えっていう本がすごくヒットしたんですね。それをなんとなくふと思い出して、ちょっと検索してみたら、2003年に発行された本でしたね。なので今から21年前かなに発売された本で、すごく大ヒットして、本屋とかにも山積みになってて、で図書館とかにもね置いてあったので、すごく記憶にある本ですね。で、私もねこうベストセラーになったものはとりあえず目ぐらいは通しとこうっていう考えだったので、図書館で本借りてまではいてないかも、立ち読みぐらいかな、あのとかをした記憶があります。でもねちらっとしか読んでないので、そんなに内容をねしっかり覚えてるわけじゃないんですよね。ただね社会現象とかになってたと思うので、結構テレビとかで取り上げられたりとかして、すごいそういう話題になったのを覚えてますね。で、私くらいの世代の人だったら大体知ってるかと思うんですけどね、その本。私より10歳ぐらい世代が違うと、ちょっともう知らん、なんだそれっていう感じになるかと思うんですけれども、なのでね、まだ30代の人とかね、40手前の人とかは知らないかもしれないですね。この負け犬っていうのはつはここでは女性に関して、未婚女性に関して負け犬っていう風に表現してるんですね。でそれに対して、結婚している女性のことを、いわゆる勝ち犬犬に表現してるのが面白いんですけども、そうそうっていう感じなんですけども、なんか今から思い出すとね、このタイトルの付け方がなんて秀逸なんだろうっていう風にね思ったりとかするんですよね。このコピーが最高にうまいというか、編集者の人とかめちゃめちゃ敏腕なんじゃないかとか思ったりしましたけど、もしかしたら作者の人とかねタイトルも全部決めてっていうことかもしれないですけれども、今から思うと本のカバーとか、このその雰囲気とかね、何よりその負け犬の遠吠えっていうね、ことわざでもあるけども、それを未婚女性っていうところに引っ掛けて、本の表紙もこう女の人のこのイラスト、顔のイラストなんですけども、なんかすごいこう秀逸なタイトルとそのコピーだなって今から思ってね、今から思うとねすごいなーなんて感心したりとかしたんですよ。で、なんかその頃
だから2003年だから発売が、私が26歳の時に発売されて、だから読んだ時が27歳とかだと思うんですけれども、ちょうどね女性が一番なんていうのかな、モテる時期というか、年齢的にね、一番可愛いというか美しい魅力のある年齢の時期じゃないですか。その時に私は読んだわけですけども、まあだから自分が負け犬かとか勝ち犬かっていうような段階ではまだなってなかったんですよね。そのエッセイの中での定義の負け犬は結婚してない人で、勝ち犬は結婚してる人なんですけども、自分は将来結婚するかもしれないし、しないかもしれないし、ちょっとそれは分からないなと思いつつ、将来一人で生きていくことになるかもしれないっていうことに対しては漠然とした不安は感じてましたね。なんかやっぱりその不安っていうのは、一人で生きていくこと自体が不安というよりも、このエッセイで言ってたように独り身っていう、世間での見られ方がね、なんとなく負け犬だね、まさに負け犬とか、そういうネガティブな風潮がどうしてもあったから、なんかそういう風に思われる立場になるっていうのが嫌だなっていう風に思ってたんですね。で、その当時20代後半の27、8ぐらいの私は、もちろん未婚の女性に対して全然偏見とかもなかったし、実際のその人たちに対してのネガティブな感情とかいうのは全然なかったですけれども、ただやっぱりなんて言うんだろう、いまだにその時代でさえいまだにやっぱり結婚してないイコール何かしらなんていうのかな、結婚していないではなくて結婚できないっていう言われ方をしてたりとかしたので、すごくなんかちょっともやっとしたのを感じてたのは覚えてますね。当時は付き合っている人もいて、結婚するかもしれないけれども、自分がその結婚してその想像できるような生活になることにいまいちなんていうのかな、先が見えてしまう、予想できてしまうことに対して、なんていうか、ちょっと変わったことしてみたいみたいな気持ちはちょっとあったかなっていうふうに思いますね。それといろいろなんていうのかな、結婚に対して結婚法律上結婚婚姻っていうことに何も特に憧れとかはなかったので、ただ自分の愛する人間とただ一緒にいたいっていう気持ちだけはあったっていう感じですね。ただ逆に言うと、結婚っていうこの法律上のそれに飛び込むのはなんとなく、これまたもやっとした気分があったっていう感じですね。それは20代の若い頃からあって、なんか別の違う人と付き合ってる時に1年以上付き合ってくと、もしかしたらこのまま結婚してしまうんじゃないか、それはちょっと怖いなじゃないけど、なんかちょっとそれは防がなければみたいな気分が起きて、それで別れたりとか、そういうこともありましたね。なので縁があれば結婚するだろうし、なければ結婚しないだろうぐらいに思ってましたね。ただやっぱり年齢的にこの20代の終わりに近づくとね、周りが結婚しないのとか、なんかいろいろ言うじゃないですか。いろいろ相手を見繕おうとしたりとかもしくはお見合いパーティーに行こうよみたいなね、お誘いが友達からあったりとかね、周りもね、同世代の友達とかもその結婚に向けて何かしら動いてきたりとかするので、そういうなんか居心地の悪さはありましたね。
でなんかこう合コンとか、お見合いパーティーはもちろんだけど、もうちょっとライトな合コンとかもなんですけれども、年齢的にねアラサーぐらいになるとやっぱり相手もね結婚相手を探しに来ているっていう趣旨の人は多いじゃないですか、きっと。なのでなんか私はその結婚、もしかしたら付き合っては好きな人とは付き合いたいけど、結婚はどうだろうって思ってると、なんかもしその下手にね、ちょっとこの人いいなとか思って相手と付き合ってしまうと、相手はすごく結婚相手として探してる大事なね、このアラサーぐらいの時期なのに、この私と付き合ったことで1年とかね2年とかね、その大事な時期を無駄に過ごしてしまったら申し訳ないというかそんな気持ちがあって、ますますそのなんて言うんだろう、アラサー時代の時には下手にこう人と付き合えないというか、そんな気持ちはちょっとありましたね。なんかこうね、なんか結婚するつもりでこう探しているのでなければ、相手にとっては本当になんかなんかなんだったらなんだおめえっていう感じになるじゃないですか。俺の時間をみたいな、そういうふうに思わないかもしれないけど、そんな気持ちもあって、ちょっとなんかその時期っていうのはなんかいろいろ考えちゃって、変な気を回して変にこう異性を遠ざけてっていうか、やっぱちょっと遠ざけちゃってたみたいなところはあったかもしれないなと思いましたね、気を使っちゃって。うん。あとあのちょっと話は戻るんですけど、その20年くらい前の時代でやっぱり結婚してない女性のことを結婚できない、できていないっていう風な風潮っていうのは、おそらく今現在よりももうちょっと昭和の考えというか戦後の考えというか、そういう流れがまだ今よりもうちょっと色濃くて、やっぱり結婚していない29歳とか30歳とかだった私のことをもちろん結婚できないとかそういうディスる人はいないんですけども、ある知り合いのあの年上のおばさまにこう言われた言葉がすごいなんか嫌だった記憶があって、その人は全然悪気があって言ったんじゃないんですけども、当時29歳だったかな、私29歳とかだったんですけども、その当時50歳ぐらいかな、だから今の私の年代に近いと思うんですけども、アラフィフぐらいのおばさんが私のことをね、あのこんなにいい子なのになんで結婚できないのかしらねって言ったんですよ。なんかだから逆に言うと、私のことを買ってくれてというか、良い子っていう風に思ってくれて、こんなにいい子なのになんで結婚できないのかしらねって言ったんですね。それがすごくなんかって思って、なんかものすごい不快なというか嫌な気分になっちゃったんですね。どっちかっていうとそのおばさんに対してっていうよりも、その世の中のその風潮というかその考え方全体に対してすごく不快に感じてしまったというか、そのおばさんはきっと全然悪気があって言ったわけじゃないと思うので、逆に私のことを本当にいい若いのにまだね、若いのにしっかりしてて気立てもよくて自分で言っちゃうけどいい子だよねっていう意味で言ってくれたと思うんですよね。そうそう。だけどその結婚できないのはなんでかしらねって言われた時に、なんかね、まるで私が大学受験とかに失敗して大学に行けてない人とかね、そういうような感じと同じ雰囲気なんだなっていうふうに思ったんですよ。その、自分でね今のは本当例え話ですけど、大学受験っていうのは自分がこうなりたいっていう目指しているこの将来の夢とか職業とか在り方っていうのがあって、それに関連する大学のために一生懸命勉強して、そこの大学に行こう、
そしてこうなろうっていうふうに明確な目的のもとそれを目指してるのにあの受験に失敗してしまってその大学になかなか行けてないとか、そういうのと同じ感じでもうその結婚するのが当たり前だし結婚することが成功だしというかもうそれはもう全人類かっこ女性が当たり前に目指すべきレールというか高校というか頂きというか、そういうものでそこのレールに乗ってない人間はレールに乗ってないというよりも脱落している人間っていうようなあの囚われ方なんだなと思った時にすごくショックを受けたというか、まああの社会的な風潮っていうのはもちろん分かっていたつもりなんだけれどもこのリアルにその具現化した言葉を受けた時になんかうわっていうふうに思ったっていう記憶がありますね。そうそうでなんやかんやでね私も結局結婚もせずに今47歳で、こうやって一人暮らしでそれ以前にねちょっとメンタル的な問題とかもあって仕事自体もちょっと今できてないというかなので結婚もしていなければこのキャリアっていう部分でも一般的にはね脱落しているっていうねそういう状態なのでねだから負け犬どころじゃないね、負け犬の2乗ぐらいにその本の定義で言うとなってるっていう感じになってるんですけどもそこは別にこうだからといって卑下してる部分はないというかいやこれも生活がいずれもうすぐ困っちゃうとかそういうのはありますけども別にそこに対してね自分の肯定感を下げているとかそういうのはないですね。本当に結果論こうなってますみたいな感じでなんていうかこういろいろこの対人関係異性に対しての恋愛とかねあとはこう勉強とかこの会社での仕事とかそういうのはその都度その都度特に後悔は全然ないというかその都度その都度なんていうか結構全力でって言ったら大げさかもしれないんですけども頑張ってきた結果なのであの特に後悔するポイントがないというか結果うまくできなかったこともあったりとか不幸もあったりとかそういうのもあって結果こうなってるだけなので別にこう自分を責める要素もないですねっていうそんな感じですね。なんとなくねふとこの「負け犬の遠吠え」っていうピンク色の本をねなんとなくふと思い出してあの本が発売されてからもう20年以上経ってで私はその立派な負け犬に立派な負け犬2乗になったなっていうふうに思います。ただねその本の内容ちゃんと覚えてないんだけれどもただそこの本で書いてあったその負け犬ではなんていうのかな負け犬をただ単にこう否定するというか蔑む内容ではなくて、いわゆる著者の人もこう負け犬の立場のから書いているっていうあれなんですよ。だから負け犬にもいろいろな負け犬がいて勝ち犬にもいろいろな勝ち犬がいるっていうことなんですね。ただ単に結婚してるしてないで負け犬勝ち犬って分けてるわけで結婚してない負け犬の中にも素晴らしく充実した人生を歩んでる人もいるわけじゃないですか。例えばすごくキャリアを立派に築いて自分でも納得のいくような仕事をして世の中のために立つ
つような仕事とかしてて、すごくこう充実していて、その楽しい日々を送ってる人も結婚していないだけで、この本の中の定義では負け犬っていうことになるんですけども、そういう負け犬もいれば、勝ち犬、結婚している人の中でも、例えばDV を家庭内で受けていたりとか、夫の旦那さんのお仕事がうまくいってないとか、それでいろいろ生活が苦しくて自分もすごくパートに出たりとか、息子とかがね、いろいろ子育てで問題があって、そこですごくこう悩んでいて大変だとかね、そんな人とかもね、いろいろいるかと思うんですよね。ただ結婚してるだけで勝ち犬っていう風にこの本の中では定義上分けて、ちょっとね、内容すいません、本当に覚えてないんだけれども、だから世の中の勝ち犬負け犬っていうね、そういう風潮をね、うまくね、こう独身女性の、つまり負け犬のそこの視点からってわけじゃないんだろうけど、ちょっと内容覚えてないから何とも言えないんだけど、とにかく面白いエッセイというか、エッセイなんだけどね、やっぱその時代を表していて、今もし読んだら逆に面白いかもしれないなって思ったんですよね。あの頃から20年後の未来の今がどんな風に変化したのかっていうのとか、もしくは変化してない部分とか、いや変化してる部分はきっとあるんですけれども、なんかね、そういうのがちょっと面白いなっていう風に思ったっていう話ですね。そんな感じで、いつもの通りまとまらないですけども、話をしてね、私も今ちょっと気分転換になったので、コーヒー飲みながらね、そんな感じで皆さんもまたお盆休みを楽しんでください。それではまた。